で、ちょっとここね、炎症、過去のシリコンの炎症で赤くなってるところがかなり硬かったので、ちょっと難易度高めの注入だったんですけど、ただダウンタイムかなり気をつけて過ごしていただいたので、残りいいんで、非常にぜひ参考にしてもらいたいんですけど、今回、太ももとブラですね、お尻もありますけど、から取って4、5キロやっていくんですけど、以前、タイにね、シリコンバッグ入れられてるので、そこからちょっとコーティングしていく感じでやっていこうかなと思うんですけど、なんか受けようと思ったきっかけはあるんですか？下半身ダイエットしても痩せなくて、で、シリコンの浮いた感じの元が多分痩せ型なんで、すごいもうお腹とかちょっとすごい綺麗なんですけど、ちょっとやっぱりウェブ体験の方はここの特に外張りのところちょっと出やすいので、しっかり取ってあげてまっすぐにできるだけしていく感じでやっていくので、結構綺麗にはできると思いますけどね。で、細い方なので結構がっつり取っても、もうここなんかうっすらと筋もそういう方は綺麗にがっつり取っても綺麗にはできるので、やっていこうかなと思いますね。お胸はなんかどんな感じにしたいとかあります？なんかやっぱ不自然な感じ真ん中ですよね。そうです、真ん中のところが寄せるとなんか割れて浮いちゃってるのがね、バレなんで、なんかそれが自然に見えるように。そうですね。しっかりとやっていきます。結構綺麗にできると思うので、ちょっと術後で食事結構大事なんで、これがちょっと残りづらいところではあるので、ちょっと多めに入れてあげて、で、術後はタバコ吸わないんですよね。そうなんです。ちょっとタバコ吸う人は避けてもらって、できれば豆乳1リットル、1.5 ヶ月できたら結構残るんで、ちょっとやってみてください。きついと思うけど。なんかお尻も取るんですけど、しっかりとね、ここですね。なくなるだけでもかなり印象が変わってくるのでね。そこが一番いいですね。こういうちょっとした細いけどちょっとこういう脂肪がつきやすいところってそれぞれ違うので、これぐらい細い方でちょっとこういうね、どうしてもつきやすいところだけついてしまうっていう方は、非常にいいかなと思うので、あと全体的にしっかり取るから、もう取れるだけで、お尻感の時にね、しっかりとこのお尻のここは、お尻脂肪注入するところなんで、逆に触ると台形っぽくなっちゃうので、ここは残しておいて、で、このお尻の下のところは取るとお尻が下がってしまって、ちょっとこう右の方が下がってる感じあるので、なおさらちょっとここは下がらないように慎重にやっていこうかなという印象ですね。真ん中のところですね、重点的に入れていくんですけど、ちょっとシリコンがやっぱり浮き出た感じがどうしてもあるので、今鎖骨がすごい綺麗に浮き出てるんですよね。だからあんまり上に入れすぎたらせっかくの鎖骨が浮き出て綺麗なのにもったいないので、この辺りから注入していってあげると一番無難に綺麗かなと思うんですけど、どうです？あんまり上すぎない。ここをなだらかにしていいですよ。したいです。そこちょっと不自然なんで。この外張りとかもちょっとシリコン感があるので。ここはちょっと副乳なんで逆に入れない盛り上がりがないので入れるので、ここは入れずに普通のところですね、入れていく感じで外側の面にしっかりと入れていきます。全体的にコーティングするんですけどね、こことかはむしろ入れないで取るところなんで、そこから下のところに入れてあげて、あとはこの真ん中のところですね。で、真ん中ばっかり入れるとちょっとこう乳頭の位置が離れちゃうので、外から押してあげて自然な感じで作っていこうかなと思いますね。反抗組織がかなり強くて収入が入っていかないんですよね。なかなか難しい。今までで一番難しいかもしれないぐらい収入が結構大変ではあるんですけども、徐々にね、こっちと比べると当たり前のところうまくきてるのは分かるかなと思いますけどね。手術4日目です。やっぱちょっと右側の方が左に比べたら張り感はすごい強くて硬い感じはあるんですけど、もともとちょっと前のキスアウトとかが硬くなっちゃってたんで、ダウンタイム長くなるのは仕方ないっていうことなので、もうちょっと様子見ていきたいと思います。なんか朝熱っぽさちょっとあったんですけど、夜測ったら特に熱なくて大丈夫そうです。なんか全体的に黄色がかってきました。昨日に比べたら全然足が楽で歩けるようにちょっとなりました。まだ左の
くらげちょっと張ってる感じはあります。ガードル脱いだらちょっと痛みはあるんですけど、安静にしてたら特に痛みと腫れはそんなに気にならないです。手術5日目です。昨日に比べたら張りがちょっと収まったかなって感じします。左よりやっぱり右の方がまだ硬さとかはあるんですけど、感染の心配とかも今のところはなさそうって言われたので安心です。色はちょっとやっぱり昨日と変わらず黄色がかった感じなんですけど、とりあえず順調そうかなっていう感じです。寄せた時にやっぱちょっとシリコンだけだと浮いてたのが脂肪入ることによってちょっと自然になったのが嬉しいです。昨日に比べたらやっぱちょっとずつ痛みマシになってきて歩けるようになってきました。内出血、思ったよりはもっとどす黒くなってるかなと思ったんですけど、そんなに出てないです。なので全体的に腫れ、むくみがあるんですけど、座った時に太ももにちょっと筋できるのが嬉しいです。手術6日目です。こっちも抜歯に行ってきました。脇と胸のところ。昨日と変わらず右側がちょっと張ってるのは変わらないんですけど、そんな日常生活で胸は痛みがないので、内出血のこの黄色いのを治ってもうちょっと脂肪馴染んでくるのを待ちたいと思います。今日は抜歯に行ってきました。経過も見てもらったんですけど特に問題なさそうです。まだ変わらず腫れとむくみと内出血は結構出てます。毎日ちょっとずつ歩ける量が増えてきたので、明日からは仕事に復帰します。手術7日目です。今日もあんまり昨日と変化はないんですけど、だいぶ左が柔らかくなってきて本当に自然になってきました。右はちょっとまだやっぱり硬さがあるかなと思います。内出血も変わらず出てるんですけど、もうちょっとしたら薄くなってきそうです。抜歯の後の傷跡も特に傷んだりとかも何もないです。昨日よりももうちょっと左足がちょっと動かしやすくなりました。毎日少しずつスッキリしていく感じはあります。まだやっぱり足首はかなりむくんでます。ガードルなしだとやっぱちょっと痛い感じはあるんですけど、普通に日常生活はもう送れます。目の脂肪注入、今日でちょうど1週間目です。腫れはやっぱり左に比べると右の方がまた硬めです。内出血も黄色いやつが右の方がかなり出てます。硬さはやっぱりかなりまだこっちは残ってるので、痛みがでもそんなになくなってきました。傷口も特に問題なさそうです。定着のためにできる限り豆乳とか飲んで定着できるように頑張りたいと思います。腫れはあんまり変わらずって感じで、足首がずっとむくんでます。痛みは毎日ちょっとずつマシになってきてる感じです。で、内出血が黄色いのが全体的に足に出始めました。ちょっとこういう濃い内出血は変わらずです。じゃあ太ももからの脂肪補給の1週間ですね。大変でした。太ももまでふくらはぎ落ちたんで、ちょっと歩くのが数日しんどくて。そうですよね。胸はそんなに痛みはなくて。でもこっちが痛いですよね。そうですね。でちょっとねシリコン入ってて後からハイブリッドみたいな感じで注入してるんですけど、ちょっと前回のところちょっと感染でしたよね。そうですね。でちょっとここ半根化してたんで、ここだけどうしても硬くて入らなかったんで無理せずバランス悪くならないようにこっちからこの縁のところは入れてるんですけど、でも思ったよりは綺麗になってたんで、どうしても本当に一部硬いと入らない場合があって、ちょっと不自然になったりするんですけど、今の感じだといい感じになると思うので、ちょっと定着するように食事だけ気をつけてますので、見てもらったらいいかなと思いますね。手術9日目です。胸の脂肪注入は特に痛みは今日もなくて、右側の方がまだ腫れてる感はあるんですけど、順調に
いってるかなって感じがします。まだやっぱり特にこっちが黄色い内出血出てるんですけど、もうちょっとしたら弱まって薄くなってくるかなって思います。昨日に比べると少し歩きやすくなった感じはします。で、なんか麻痺してた感じも最初すごくあったんですけど、最近ちょっとようやく感覚がちょっと戻ってきた感じして、普通に足触っても痛く、前触るとすごい痛かったんですけど、今普通に触れるようになりました。で、やっぱり昨日ぐらいから黄色い内出血、治りかけてる感じなんですけど、出てきて、あとちょっとでこれが全部なくなったらだいぶ見た目綺麗になるかなと思います。まだ全然むくみはあるんですけど、少しスッキリした感じはあります。胸のダウンタイム10日目です。だいぶ柔らかくなってきました。一部だけ黄色い内出血があるんですけど、もうかなり内出血左は特になくて、痛みが前より全くなくなったなと思います。触っても痛くなくなりました。痛みが本当にちょっとずつ良くなってる気がします。内出血が結構濃いのがこの辺最近出てきました。足はまだ全体的に黄色い感じです。手術10日目です。もう本当に痛みがなくなって、なんか張り感みたいなのが今までだったんですけど、それが右側も前より本当に良くなってきて、かなり柔らかくなってきたと思います。なんか腫れが収まった分ちょっとボリュームは減った感じは全然あるんですけど、内出血もかなり落ち着いてきて、治ってきてるかなって感じがします。なんかむくみが少し減った感じがします。足首とか足の甲が結構パンパンにむくんでたのがかなり引いてきて、なんか全体的にスッキリしてきた感じがします。太ももの方がまだ若干でなんか腫れ感はあるんですけど、ふくらはぎがなんかかなりシュッとした感じがします。内出血がどんどん良くなってきたらいいかなって思います。もうほぼ日常生活は普通にいつも通り送れてます。11日目です。右側もかなり柔らかくなってきて、硬い突っ張った感じがなくなりました。黄色い内出血もだいぶ落ち着いてきました。あとは脂肪定着してもらえるように毎日豆乳飲むの頑張りたいと思います。傷口も大丈夫そうです。結構谷間が自然になりました。結構むくみ取れてスッキリしてきました。内出血は今になるんですけど、ふくらはぎのここの肉がなんか目立たなくなったかなと思います。スッキリした感じがします。脂肪中に12日目です。昨日と全然変わりはないんですけど、この濃い内出血がだいぶ減った感じします。柔らかさもどんどん柔らかくなってきてる感じがして、こっちの方は特に問題なさそうです。まだ脂肪はちょっと残ってるっぽいんで、このまま定着できるように頑張りたいと思います。だいぶ突っ張りがなくなった感じがします。ガードル外しても痛みはないんですけど、やっぱりちょっと触るとまだ硬い感じがこの辺すごくして、なんかふくらはぎと太ももここの隙間がかなりできたんで嬉しいです。もう日常生活も本当にしようがないぐらい歩けます。注入13日目です。内出血がもうほぼほぼ消えました。硬さも、左はかなり柔らかくて、右もまだ硬さはあるんですけど、全然自然な感じです。最初に比べたらボリュームはもちろん少し落ちるんですけど、この辺はまだ全然残ってくれてるので、自然な谷間かなって思います。今日もほぼほぼちょっとガードルつけられずに立ちっぱなしなんでむくんでるんですけど、
マッサージの指示出たんで、シャワーとか上がった後にしっかりちょっとマッサージして硬くならないようにしていきたいと思います。まだちょっと太ももの張り感とかかなりありますね。14日目です。硬さはそんなに変化ないです。豆乳毎日飲んで脂肪残ってくれるように頑張ります。傷も順調で、もう全くどこにあるかも触ったらわかんないぐらいです。最近なかなか立ちっぱなしが多いんで、むくみがちょっとまだあるんですけど、マッサージ結構今日からちゃんとやるようにしてて、触るとやっぱりまだ硬くてマッサージがかなり痛いんですけど、柔らかくなるように頑張っていきたいと思います。一番この太もものこりしたところがかなり硬くて、マッサージすると結構痛いんで、柔らかくなるように優しくマッサージしていきたいと思います。腫れてるんですけど、最初よりは太ももが細くなった感じはします。ふくらはぎもここが本当にシュッてした感じがします。注入15日目です。特に変化はないんですけど、右側がもう内出血も消えて、かなり柔らかくなってきました。まだシリコンが浮いてくるようなこの前のガリガリ感は減ったので、できる限りここの脂肪を残していきたいと思います。もう脇の傷が本当に何もしなくても目立たないぐらいです。マッサージしてるんですけど、やっぱりまだこの裏側と太もものこの内側は結構硬いです。やっぱり昨日と変わらずここは結構硬くて、念入りにマッサージしようかなと思います。痛みはちょっとずつ良くなってきてる感じがします。やっぱりこの辺が一番立った時に痛ってたまになるぐらいなんですけど、特に生活は不便ないです。15日目です。変わらずにいい感じです。傷も綺麗って言っていただいたんで、あとは本当に脂肪残るように豆乳飲んだり食生活気をつけて頑張りたいと思います。まだ結構自然な谷間残ってます。今日も結構ずっと立ち仕事だったんでむくみはあるんですけど、少しずつスッキリしてきた感じはあります。特に内側が確実に吸入、確実に脂肪吸引する前よりはまっすぐになった感じがします。あと外側のところもマッサージ念入りにして早く柔らかくなって細くなったらいいなって思います。注入16日目です。昨日と変化は特にないんですけど、内出血が完全に消えました。豆乳飲んで引き続き定着できるように頑張ります。内側が結構すっきりしてきました。太もものやっぱちょっと硬いところは右側がやっぱマッサージしてたらそのボコつきがなくなってきて、左がまだ結構硬くしこりみたいにあるんで、同じようにマッサージして早く馴染んだらいいかなと思います。保湿してマッサージ頑張りたいと思います。17日目です。今日も特に変化はないですけど、だいぶ右も柔らかくなってきた感じがします。もう内出血もなしです。今日まだ外出てなくてずっとガードルつけてたんで、いつもより足のむくみがないんですけど、その状態で見ると本当に足すっきりした感じがします。鏡とかで見た時に内側もそうなんですけど、外側もこの辺やっぱちょっと細くなったかなって感じがします。まだ全然硬いところも結構あるんで、保湿しながらマッサージ続けていこうと思います。18日目です。
もうかなり柔らかくなってきました。もう傷も目立たず、やっぱりボリュームはかなりちょっと減っちゃったんですけど、まだ寄せた時がかなり自然で、前の浮き出た感じがかなり減ったので、入れてよかったなと本当に思います。まだしばらく豆乳いっぱい飲んで、これを維持できるようにしたいと思います。今日も一日立ちっぱなしなんで、むくみがすごいんですけど、朝本当にガードルつけて寝て起きた時は本当にスッキリしてて、かなり細くなりました。まだ左のふくらはぎの後ろがかなり硬いんで、毎日保湿とマッサージしたいと思います。右はちょっと柔らかくなってきました。胸の脂肪注入19日目です。もうすぐ3週間なので、まだやっぱ脂肪は全然ちゃんと残ってくれてよかったです。硬さももうほぼなく、毎日豆乳飲んで引き続き頑張りたいと思います。結構やっぱ写真を普通に外から撮ってもらって、かなり谷間が綺麗に写ってました。朝はやっぱりスッキリしてるんですけど、夕方ぐらいになってくるとむくみはあります。まだちょっと突っ張り感はあるんですけど、マッサージしていこうと思います。牛乳20日目です。今まで結構ヌーブラとかでこう寄せるとY 字になってて不自然だったのが、今日特にヌーブラなしでちょっと胸元見える服着たんですけど、結構自然でした。このまま残ってもらうように豆乳生活頑張りたいと思います。この辺は硬いんですけど、マッサージ毎日してるんで、かなり最初の時より柔らかくなってきたかなって思います。右の方がやっぱ全然柔らかくて、むくみも少ないので、左ちょっと頑張ってマッサージしていきたいと思います。胸の中21日目です。今日も特に変化もないんですけど、寄せたらかなり自然です。もうかなり柔らかさが本当に自然になりました。傷も全く目立たないです。引き続き頑張ります。今日はあまり立ちっぱなしとかじゃなかったんで、ほぼずっとガードルもつけてたんで、むくみがそんなにない状態なので、かなり細い感じです。まだやっぱり左が引き連れ感はあります。後ろ結構硬いです。マッサージ頑張っていきたいと思います。22日目です。内出血も完全になくなって、もう柔らかくなりました。仕事柄ちょっとタバコ吸う人いるところに何十分かいる機会もちょっとあるんで怖いんですけど、できるだけ避けてで豆乳頑張っていきたいと思います。今日はそこまで立ちっぱじゃないんでむくみはないです。やっぱ一日仕事した後とかだとかなり夜はむくみがすごくてパンパンなので、ちょっと不安はあったんですけど、まだ全然3週間なので保湿とマッサージしていきたいと思います。24日目です。今こんな感じで普通に私服着てても結構自然に谷間できてるかなって思います。1カップぐらいは上がった感じがします。あんまり変化は昨日とはないんですけど、やっぱまだちょっとここら辺がかなり硬いんで、保湿してマッサージできるときはしたいと思います。結構もう立ちっぱなしの仕事なんで、どうしてもやっぱりガードルつけてないときとかはもうパンパンにむくんでるんですけど、できる限り夜のマッサージしたいと思います。25日目です。まだ寄せた時にシリコンの浮き出た感じはまだなさそうなので、少しはついてくれたかなって思います。1日経って
立ちっぱなしだった割には遅いかなって思います。違う、ちょっとすっきりした声にします。じゃあ下半身の脂肪筋肉からね、後からハイブリッド補強という形で脂肪注入補強をしていただいたんですけど、意外と1ヶ月でも戻ってそうですね。そう。ちょっとこの成長部分だけいいですか、グーッと迫って、ここなんか自然にまだなんか愛知な感じになってるんで、最初よりなんかいい感じにはなってるかなと思うので、ちょっとここね炎症、過去のシリコンで炎症で赤くなってるところがかなり硬かったので、ちょっと難易度高めの注入だったんですけど、ただダウンタイムかなり気をつけて過ごしていただいたので残りいいんで、非常にぜひ参考にしてもらいたいんですけど、特に気をつけたこととかあります？なんか残したかったんで、言われた通り豆乳を種類が分かんなかったんで、あんま好きじゃないんですけど、もう無調整。美味しくないやつですよね。そう、なんか味がついたやつとかだとあんまり意味ないかなと思って。そんなことはないですけどね。でもなんかやっぱり食事と禁煙が結構大事なので、あとなんか運動とかもね、腕とか適度にきつい上げてもらえるとこっちの血流も良くなるので、そういうのを組み合わせていただいて、大体 1.5 ヶ月ぐらいでほぼ定着はするので、ちょっとそこまでは耐え忍んでいただいて、毎日できたら豆乳飲んでもらったらいいかなと思いますね。他なんか気にされたこととかあります？もうお酒飲まないようにしたりとか結構好きだったんで、ほぼ1ヶ月は我慢して。いいですね。もうちょっとずついいですけどね。なんでぜひね、このやっぱりデコルテとか、やっぱり残したいところを結構ね、注入してもなんか全部持ってかれる人もいるので、定着せずにぜひダウンタイムの過ごし方参考にしてもらったらいいかなと思いますね。で、大体1ヶ月から 1.5 ヶ月ぐらいで定着するので、そこからなんか急激に体重を落としたりとか変色とかせずに食生活と運動を気をつけてもらったら、もうこのまま定着できると思うので、ちょっとこのまま見ていきましょう。はい。